大変だレイム、先月の北米バレットオークションで衝撃の落札があったんだぜ。なに教えて。日本車1台が2億7000万円で落札されたんだ。2億7000万円。それって普通に家何軒分？その車の名前は、トヨタ、スープラ A80。スープラ、ワイスピのブライアンが乗ってたあの車。そうだレイム。今日は17年のブランクから復活した伝説のスポーツカー、トヨタ、スープラの前史を語るぜ。オレンジ色のスープラ、かっこよかったよね。結論を先に言うと、A80 スープラが今爆上がりしている理由は3つある。3つの理由、気になる。1つ目が、2JZGTE、1000馬力耐久エンジン。2つ目が、ワイスピ効果で北米熱狂。3つ目が、25年ルール解禁による価格爆発、だ。2JZ って名前かっこいいけど何の天ぷら？天ぷらじゃねえよ、直列6気筒3リッターツインターボエンジンのことだぜ。なるほど、それじゃ詳しく聞かせてもらおうじゃない。それではゆっくりしていってね。まず A80 スープラのスペックから紹介するぜ。1993年デビュー、型式は JZA80。1993年か、平成5年だね。全長 4520mm、全幅 1810mm、全高 1275mm、車重 1510kg。1510kg、結構ずっしりしてるじゃん。そう、NSX より重いんだ。だが心臓部の 2JZGTE エンジンが化け物なんだぜ。化け物エンジン。排気量 2997cc、直列6気筒 DOHC24 バルブツインターボ、最高出力280馬力、最大トルク 44kg。280馬力か、あの自主規制の数字だよね。その通り。実出力は320馬力以上あると言われてるんだ。日本のメーカー280馬力自主規制の代表選手だな。自主規制って何それ？1989年から日本の自動車メーカー間で、280馬力以上はやめようね。って紳士協定があってな。2004年まで続いたんだぜ。昔は馬力にも上限あったのね。だが 2JZGTE の真の魅力は、このエンジンが1000馬力チューンに耐えることなんだ。1000馬力？それやばい。北米のチューナーが、鋳鉄ブロックのまま1000馬力出せる市販エンジンは 2JZ しかない、と絶賛したんだ。鉄の塊エンジンってこと？そういうこと。クローズドデッキ構造の鋳鉄ブロックで圧倒的剛性を持つ。最強の鋳鉄6気筒、と呼ばれてるぜ。だから北米のチューナーがみんな A80 を欲しがるのね。ミッションも特別だ。ゲトラグ製 V160 型6速マニュアル、これがまた壊れない伝説のミッションなんだ。ミッションも壊れないの？グレードは RZ、カッコツインターボマニュアル、RZS、カッコツインターボオートマ、SZR、カッコ NA、マニュアル、SZ、カッコ NA、オートマ、GZ、カッコ NA サイレン化の5種類。結構グレード多いのね。RZ が頂点で、これが今は SP 効果で価格暴騰中だ。やっぱり RZ が一番憧れだよね。さて次の章では、セリカ WX 時代から始まるスープラの長い歴史を語るぜ。スープラの歴史って結構長いの？長いぜ。実は1978年のセリカ WX まで遡る。45年以上の系譜なんだ。45年。私が生まれる前からあるのね。初代はセリカ WX、カッコ MA40 型で1978年デビュー。当時としては珍しい直列6気筒エンジン搭載のグランツーリスモだった。セリカの上級版って感じ？その通り。セリカの兄貴分、として登場したんだ。1981年に2代目セリカ WX、カッコ MA61 型にモデルチェンジ。セリカ WX って CM で聞いたことある気がする。1986年に3代目、カッコ MA70GA70 型が登場し、ここで北米名、スープラ、として独立車種化したんだ。日本でもこの頃から、スープラ、って呼ばれたの？実は1986年からスープラと呼ばれるようになったんだ。エンジンは 1GGE、カッコ NA 直6から 1JZGTE、カッコツインターボまで多彩。1JZ と 2JZ って兄弟なの？そうだ。1JZ が2.5リッター、2JZ が3.0リッター、どちらも J、G、ファミリー。J、G って名前かっこいい。そして1993年、伝説の4代目 A80、カッコ JZA80 型が登場。デザインも一新され、丸みを帯びた美しいスポーツクーペになった。あの曲線美よね。1996年マイナーチェンジで顔つきが少し変更、2000年に国内向け生産終了、2002年に完全に幕を閉じたんだ。9年も売られたのね。そして17年のブランクを経て、2019年に5代目 A90 として復活。17年も間が空いたの。そう、これが日本車として異例の長期ブランクからの復活劇なんだぜ。プレリュードも A90 より早く2025年に復活発表されたよね。そうだな。
スポーツカー復活ブームが来てるんだ。でも A90 は BMW と共同開発って聞いたよ。鋭いなレイム。A90 は BMW、Z4 と兄弟車で、エンジンも BMW 製の B58 型直列6気筒3.0リッターターボなんだ。日本車なのに BMW。これじゃ日本車じゃない。っていうファンも多いが、トヨタのこだわりがあちこちに散りばめられてるんだぜ。日本魂は健在なのね。さて次の章では、スープラを世界の伝説にしたワイスピ北米ブームの物語だぜ。ワイスピでスープラ出てきたの2001年だっけ？大正解だレイム。2001年公開の映画、ワイルドスピード、第1作で、ブライアン・オコーナーの愛車として登場した。ブライアン役のポール・ウォーカーがかっこよかった。オレンジ色、クリアレットの A80 スープラに、スラップ、のステッカー、劇中ではドラッグレースで激走した。あのシーン何回見ても痺れる。実は劇中の車両は外装こそ A80 スープラだが、エンジンは 2JZGTE ではなく 2JZGE、NA をチューンしたものなんだ。NA だったの？そうなんだ。撮影の安定性のために NA をチューンして使用。だが見た目とサウンドで 2JZGTE イメージを世界に植え付けた。それでも世界中の人が A80 スープラに憧れたのね。2013年にポール・ウォーカーが交通事故で亡くなった時、世界中のファンが彼の追悼で A80 スープラのコスプレ車を作ったんだぜ。それは泣ける話。そして去年、劇中で実際使用されたオレンジの A80 スープラが北米でオークションにかけられた。それが2億7000万円。落札価格は実際には550万ドル、日本円で約8億円相当という説もあるぜ。8億円？家じゃ住まないじゃん、マンション買える。そう、A80 スープラは、2JZGTE 伝説、と、ワイスピ伝説、の両方を持つ唯一の日本車なんだ。これは世界中の車好きが欲しがるわけだね。さて次の章では、A80 スープラのライバル車たちの話だぜ。A80 スープラのライバルは、平成スーパースポーツサンバガラス、と呼ばれる名車たちだ。サンバガラス？かっこいい呼び方じゃん。一つ目がホンダ NSX、NAHNA2 型。1990年登場のオールアルミミッドシップ、スーパーカー。セナが鈴鹿で煮詰めたって聞いたことある。その通り。アイルトン・セナがホンダ RD で開発に関わった伝説の車だ。日本のフェラーリって言われてるよね。二つ目がマツダ RX7、FD3S。13BREW ロータリーツインターボ265馬力、1240キロの超軽量。行動最速理論の RX7 だよね。そう、イニシャル D の高橋圭介の愛車。曲線美では A80 と並ぶ美の頂点だ。確かに美しさは似てるよね。三つ目が日産フェアレディ Z、Z32。VG30DETT、V6、3.0リッターツインターボ280馬力、これも自主規制マックスだぜ。Z32 もかっこいいよね。この4台が同時期に発売された1990年代前半は日本車黄金時代と呼ばれている。日本車にとって最高の時代だったのね。加えて R32、R33、R34、GTR、シルビア S14、S15、ランエボ、インプ WRX、STI など、もう次から次へとモンスター級が登場した。今思うと信じられない時代だね。そう、今の日本車にこれほどスポーツモデルが揃った時代はもう来ないかもしれない。寂しいけど、記録として残るのは嬉しい。さて次の章では A80 スープラの価格暴騰と、もう買えない、現象について語るぜ。A80 スープラは今、世界一価格が高騰している JDM 車の一台だ。具体的にいくらくらいなの？日本国内の中古市場では、前期 RZ のマニュアル低走行車で1000万円2000万円。後期型なら2000万3000万円もザラだ。前期と後期で値段違うの？1996年マイナーチェンジ後の後期型は希少性が高く、特に RZS、4速オートマでも1500万円超えだ。オートマでもそんなに高いの？そう、A80 は希少すぎるんだ。国内累計販売台数は約20年で5万台程度、現存数はもっと少ない。5万台しか売れてなかったのね。そして北米市場の話に移ろう。ここが A80 スープラの価格爆発震源地だぜ。アメリカで何が起きてるの？2018年に米国の25年ルールが A80 スープラに適用され始めた。1993年式が合法的に輸入できるようになったんだ。25年ルールって何だっけ？米国では新車登録から25年経過した車は環境、安全基準を免除して合法輸入できるんだ。これが JDM 晴天を熱狂させる原因だ。25年待てば手に入るのね。その結果、2019年から A80 スープラの米国輸入が爆発的に増加。良質個体が日本から流出しまくった。日本から消えちゃうの？そう、日本流出問題が深刻化してる。
日本国内の良質 A80 がアメリカやヨーロッパに渡ってる状況だ。それは悲しい。オークション最高値は実車レベルで2024年に約2億7000万円、激注車。一般個体でも100万ドル、1.5億円を超える事例が頻発してる。1.5 億円が普通になっちゃってるの。投資対象として見ると、年率20-30% で価格上昇しているスーパー JDM の代表選手だ。株より儲かるじゃん。だが買う側になると地獄。良質個体は出ないし、出ても即海外バイヤーに買われる。庶民には手が届かないのね。これが、もう買えない車、動く資産、と呼ばれるゆえんだぜ。A80 スープラ持ってる人、宝の山持ってるじゃん。さて次の章では A80 スープラの隠れた豆知識、トリビアを紹介するぜ。豆知識一つ目、2JZGTE はもともと NA 仕様の 2JZGE から派生。ツインターボが先じゃないんだ。そうなんだ。2JZGE は1991年のアリスト用に開発され、後にツインターボ化されたんだ。アリストもスープラの兄弟だったのね。そして豆知識二つ目、A80 スープラの最高速度は360キロ以上。360キロ。速すぎ。メーカーは270キロのスピードリミッターをかけてるが、これを解除して海外で計測すると360キロ以上記録できるんだ。リミッター解除すごい。豆知識3つ目、ワイスピで使われた A80 スープラは10台以上作られた。1台じゃなかったの。スタント用、アップ用、破壊用と用途別に複数台用意された。劇中車両は予算節約のため A80 ベースで複製品も使用されたぜ。映画制作って大変だね。豆知識4つ目、日本で唯一のスーパーカー。スーパーカー扱いなの。1995年のテスト走行で A80 スープラはフェラーリ F355 やポルシェ911ターボとほぼ同等の0-100加速タイムを記録した。ヨーロッパのスーパーカーと互角。そう、3000万円のフェラーリと同等の走り。だが価格は700万円、と話題になったんだ。コスパ最強の日本車だった。日本の技術ってすごいのね。豆知識5つ目、ボディが10代目セリカと共通設計。セリカと一緒なの。A80 はセリカ WX の後継としての血を引いてるんだ。だが A70 から大きく独自路線に進化し、今ではセリカと並べても誰も気づかないほどになった。完全独立車になったんだね。豆知識6つ目、A90 復活時 BMW、Z4 と兄弟車になったがミッションは違う。そうなの。A90 は ZF 正8速オートマ、自動のみでマニュアル設定がない。これが、スープラなのにマニュアルがない。とファン激怒の原因なんだ。マニュアル派には悲しい仕様変更。そう、A80 の V166 速マニュアルを愛したファンには違和感があるんだ。でも A80 はもう買えないし、A90 がせめてもの後継って感じ。その通り。次は A80 スープラの評判、口コミを紹介するぜ。A80 スープラのいい評判から行こう。お願い。一つ目、2JZGTE は1000馬力チューン可能の中鉄ブロック。化け物エンジン。二つ目、6マニュアルの V160 ミッションが鉄板。壊れないどころか1000馬力でも耐える。壊れないミッション最高じゃん。三つ目、曲線美のデザインは今見ても古びない。30年経っても色褪せない。デザインって永遠だよね。四つ目、価格が爆上がりで投資対象として最強。持ってるだけで資産。それは羨ましい。続いて悪い評判だ。悪い評判もあるの。一つ目、重量1500キロ超えは 2JZ でもパワー不足を感じさせる。重いの。NSX1370 キロに比べると130キロも重い。だがチューニングで馬力を上げると気にならなくなるけどな。根本的なところで重い車なのね。二つ目、内装が地味。ハイパフォーマンスの割にラグジュアリーではない。スパルタンってこと？そう、スポーツに振り切ってる分、内装は実用一辺倒だ。それはレース車らしいとも言える。三つ目、燃費が壊滅的。街のリッター5キロ、サーキットならリッター2キロ。リッター2キロ。ガソリン消費機関車じゃん。ターボフルブーストで走ると本当にそうなる。だがそういう車だから仕方ないんだ。維持費もエグそう。四つ目、もう買えない、部品が出ない。整備パーツが30万円超え。整備するだけで30万円。そう、ベルト、タイミングチェーン、タービン圧生1機あたり50万円以上もザラだ。維持できる人いるの？持ってる人はもう、投資、として保管してる場合が多いんだ。動かさない車になっちゃうのね。さてレイム、今日の3つの理由覚えてるか？一つ目が、2JZGTE 1000馬力耐久エンジン。二つ目が、ワイスピ効果。三つ目が、25年ルールで価格爆発。合ってる。完璧だレイム。トヨタ、スープラ A80 は技術、文化、投資の三拍子が揃った日本車市場稀有な存在なんだ。A80 スープラ、奥が深いね。
そして1993年から2002年までの9年間で約5万台しか作られなかった希少車。25年ルール解禁で世界中から狙われ続けている。これからもどんどん希少になっていくのね。あの2億7000万円のスープラはどんなオーナーが買ったのか、次に1億円超えするのはどの世代か、など、まだまだ語り尽くせない魅力がたくさんあるんだ。これからも目が離せない車種ね。ここまでご視聴ありがとうございます。これからも昔懐かしい車を紹介していきます。チャンネル登録もよろしくお願いします。それじゃあまたな。バイバイ。